のちゃん、カネゴでございます。ということで、本日の食材がこちら。夜光貝ということでね、それではこちらをさばいていく。はい、とりまして、本日の食材がこちら。夜光貝。ということでね、大きな夜光貝買ってきました。で、この夜光貝っていうのは、南の方に生息する貝です。サザエの化け物みたいなもんですね。で、夜光貝っていう名前なんですけど、別に夜に光るわけではなくてですね、なんか屋久島で取れる貝だから、なんか薬貝、夜光貝みたいな感じで夜光貝になったって書いてあります。沖縄ではよく食べられる貝らしいですね。ポピュラーみたいです。で、この夜光貝動画にするの2回目なんですけど、これね、中身より、殻。これがね、高いんですよ。これ磨くとめちゃめちゃ綺麗になるんですよ。アクセサリーとかにも使われるみたい。一回僕削ろうと思ったんですけど、めちゃめちゃ大変で、これ、断念しちゃったんですけどね。で、味はサザエとかに似てるので、今日はこちらの夜光貝鮮度がいいので、お刺身と、貝の酢の物と、このヤンニョムソースたくさんもらったんで、ボイルしてヤンニョムソースと、あとえのきかなんかを添えて食べていきたいなと思います。そしたらまずは中身を抜いていきます。この前も登場したホタテ剥く機械。これでガッと入れて取っていきたいと思います。さばき方はサザエと一緒。せーの。よっ。入りました。よいしょ。よいしょ。めっちゃ簡単、これ使うと。よいしょ。はい。中が出てきました。こんな感じ。でかいね。で、あとはこの中に手を突っ込んで、中身をくり抜きます。サザエみたいにね、グリーンとは取れないね。この紐の部分がしっかりついてるというか、ちょっとこれコツがいるわ。さあ。はい、綺麗に取れました。そしたらこの殻は大事に取っておきます。そしたらこの柔らかいとこの身を肝から外して、ここは食べます。夜光貝の肝はね、あんま食べるっていう人聞いたことないんで、食べれるんでしょうけども、ちょっとあまり知識もないので、今回やめておきます。この肝系で当たると本当に地獄を見るので、当たったことないですけど、ちょっとやめておきます。はい、そしたら頭ですね。まだ硬い大きな蓋がついてますんで、これを外します。夜光貝はね、この蓋にも価値があるんですよ。前一回沖縄の市場に行った時、この蓋一つ300円で売ってました。ちなみに今日の夜光貝が1個5000円しました。高いっすよね。そしたら夜光貝。これはね、今日生で食べますので、塩もみしていきます。塩をたっぷりかけます。汚れ、ぬめりをしっかりと取っていきます。特に、この蓋を取った側は綺麗なので、こっちの面を綺麗にしていきます。こっちの面は岩とかに張り付いて、汚れがついてますので、綺麗にします。匂いもね、サザエとはちょっと違うな、匂いが。ちょっと独特な匂いがしますね。はい、じゃあ洗い流していきます。綺麗になりました。頭の構造はサザエと一緒ですね。じゃあまずお刺身作っていきます。ここで1個落とします。硬いな、結構。でこっちの方かなり硬いので、これはボイルして、ヤンニョムソースに添えたいと思います。で、こっちの方をお刺身にします。で、ここにね、くちばしが入ってると思うんで、ここ割って、何これ？くちばしどころかなんか、汚ねえの入ってんな、これ。これなんかね、内臓の延長線みたいなのが入ってるのと、で、これくちばしですね。夜光貝のくちばし。めっちゃ硬い。鳥の軟骨みたいな感じですね。これで餌を捕食するんですね。捕食したものがここに繋がって内臓に行き渡ると。なんでこれ内臓の延長線ですね。これ洗わなきゃダメだ。面白い貝だな。このようにくちばしも内臓の延長線も綺麗に取れました。そしたらじゃあ半分に切って、こっちお刺身で、こっちは酢の物でいきましょうか。結構硬いんで薄くスライスしていきます。よし、OK。これは酢の物用。で、こっちはお刺身ですね。お刺身は、4切れぐらいでいいかな。でもめちゃくちゃ硬い。こんなホタテとかみたいにスッスッとは切れないですね。半端じゃない弾力です。前食べた時の味覚えてねえな。どんな味だったっけな。なんかイカみたいとか言った記憶があるんだよな。いきなり柔らかくなった。バタ焼きにしたらね、そんなに貝の風味はなくなって、イカみたい。アオリイカのバター焼き食ってるみたい。
レモン。そしたらまずはお刺身を盛り付けていく。そしたら次はヤンニョムソース添えを作ります。まずはえのき。なんか ASMR の動画でね、ちょいちょい回ってくるんだよな。このえのきを茹でて、ソースつけてそのままカシ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 食う動画。あれがやりたいんだよな。でもこっから落としちゃうと、バラバラになっちゃうんで、ここら辺から落とします。そしたらこれを分けて、こういう風に。このぐらいね。で、これ茹でます。で、沸騰したお湯にパッと入れます。で、えのきはね、すぐ火取っちゃうんで、もう30秒ぐらいでいいと思います。そしたらざるにのせて、こう水気を切っていきます。結構バラバラになっちゃうな。こんな感じで冷やしていきます。そして夜光貝も茹でます。貝は生で食べるのと火通すのだと全然食感変わりますからね。アワビとかサザエも生だとコリッコリですけど、火通すとすっごい柔らかくなります。で、白ネギも湯がきます。はい、そしたらそろそろ茹だりましたので、長ネギと、で、夜光貝出していきます。では、夜光貝を切っていきます。茹でるとこんな感じになりました。なんかアワビみたいですね。弾力があるなぁ。うわ、めちゃくちゃ硬いぞ。ちょっとどうしよう。すっごい薄く切りますね。半端ねえぐらい硬い。こんな言い方しちゃいかんかもしれんけど、ほんとゴム。これどうなんだろう。味めっちゃ気になるな。これもうちょっとね、これ、細切りにした方がいいかも。こういう風に。多分これじゃあ、硬いので、こんな感じ。絶対こっちの方がいいわ。細切りと、スライス、2種類にしましょうか。OK。そしたらここに、ヤンニョムソースをたっぷりと。で、夜光貝。で、しっかり合わせていきます。で、そこにえのきと長ネギも入れます。で、あんまり強くかき混ぜるとえのきがバラバラになっちゃうんで、優しく優しくかき混ぜます。はい。そしたらこちらを盛り付けていく。はい。そしたら最後ですね。酢の物を作っていきます。ボウルに夜光貝入れます。で、わかめも入れます。沖縄らしくもずくにしようと思ったんですけど、生のもずくが売ってなかったんで、わかめでいきます。で、きゅうりも入れます。そしたらきゅうりは塩をかけて、で全体に塩をまぶします。これで5分ほど置きます。そうするときゅうりの水気が抜けますので、酢の物にした時に水っぽくなりません。で、わかめもこのボウルに入れて、酢をブレンドしていきます。用意するもの。僕はこの水乾酢使います。お砂糖。今日はきび砂糖を使います。お酢これぐらいに対して、砂糖もね、結構入れちゃっていいです。お好みですけど、僕は甘いのが好きなので、がっつり入れます。酢大さじ3だったら砂糖大さじ1ぐらい。まあ味見しながらやってください。しっかり混ぜます。これで合わせ酢の完成。はい。では、きゅうりからこんなに水が出ました。すごいでしょ。こんな出るんですよ。そしたら、このまま入れると塩辛いので、水で塩を流します。で、この時しっかり水でさらさないと、しょっぱいです。しっかり水でさらして、で、こういう状態。で、軽く水を絞って、で、この中に入れます。そうして合わせ酢を加えて、混ぜて、そしたら冷蔵庫で少し寝かします。はい。ではでは、冷蔵庫で20分ほど寝かしました。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずは、やはり素材の味から楽しんでいきたいと思います。なんか見た感じだとこう平貝みたいな感じですね。それじゃいただきます。
美味しい。サックサクですね。サザエに風味は似てますけど、ちょっと薄いですね、風味は。で、後味がちょっと独特ですね。ただサクサクしてて美味しい。うわ、なんかレモンがついたとこめっちゃ美味しいな。レモン絞って、レモンで食べるとどうだろう。美味しいな。レモンと塩で食べたらめっちゃ美味しいかも。次はこちら、夜光貝の酢の物。これはね、めちゃめちゃ期待できる。きゅうりとわかめと一緒にいただきます。刺身よりこっちだわ。酢にした方が美味しい。これはいい箸休めになるな。次はこちら。まず夜光貝を避けて、このえのきをいただきます。これやってみたかったんですよね。いただきます。これ美味しいわ。このえのきの食べ方いいな。食感面白いし、ヤンニョムとよく合うな。よく考えるよな、こんなん。長ネギ。うまっ。そしたら次は、夜光貝。いただきます。買って。買った。頭のところはね、あんまり旨味ないな、これ。俺苦手かもしんない。まあ、細切りぐらいだったら食うなく食べれますけど、僕はあんま得意じゃないな。酢の物と刺身に使ったこの根元の方が好きですね。はい、ということで、今日はこちらの夜光貝のいろいろな料理ときましたら、お飲み物、こちらでできたいと思います。せーの、でゲーのやつ。ピントが合わない。あった。貝にビールは最高だぜよ。はい、こちら、8対2ですね。いただきます。僕一番好きなのはこれ。酢の物。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はおっきな夜光貝さばいて食べてみましたけども、正直な感想を言わせてもらいますと、僕はあまりこの貝は得意な貝じゃないね。サザエの方が好きかな。頭の部分と頭の付け根の方の部分、もう全く食感が違うんですよね。ちょっと料理が難しいなーって思いました。で、ヤンニョムソースの和え物なんですけど、もうちょっと改良した方が良かったかな。あれ一本で使うんじゃなくて、すりおろしニンニクを加えたりだとか、あとコチュジャンとか、醤油とかごま油とかしっかりと味を調整して使った方がもっと美味しいのができたかなと思いました。反省。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。